おはようございます。今日はちょっぴり早い時間に起きました。おはようございます。まだ全然外は真っ暗です。確か今日のヘルシンキの日の入りは8時半で、しかも最高気温が0度で最低気温がマイナス6度です。でも晴れるんだ、嬉しい。やった。ベッドを整えたらお気に入りの香りを部屋に一振りして深呼吸。朝一番は白湯を飲んでじんわりと体を温めてほぐしていきます。最近日の入りが遅くなるのに合わせて朝起きる時間もどんどん遅くなってしまっていて、なんだか一日一日がおざなりになっている感覚があったので、今日は早起きをしてリズムを取り戻そうと思います。本当は6時に起きたかったけれど、とりあえずよしとします。こぼさないように気をつけて、ゆっくりと白湯を飲みながら本を読んでいると、朝一番のまだ柔らかな心が言葉たちをいつもより素直に飲み込んでくれている気がして、気分でなくてもとりあえず本のページを開いてみることにしています。30分ほど本のページをめくったら、準備をしてジムへ向かいます。めちゃくちゃ綺麗。帰りにスーパーで食材の買い出しをしていきます。冬の朝のキンとした空気が好きです。洗濯物を回して、朝ごはんの準備です。今日は先ほどゲットしてきたサーモンでムニエルを作ろうと思います。刺身でも食べられるほどの新鮮なサーモン。まずは臭みを取るために両面に塩を振って10分ほど置いておきます。もう一切れは西京焼きにしたいので味噌だれにつけておこう。キッチンペーパーで表面の水分を軽く拭き取ったら、片方は味噌だれをつけてジップロックに入れて寝かせておきます。次の日オーブンで焼いたらふっくらジューシーなとっても美味しい西京焼きができました。
小麦粉の代わりに米粉をまぶした切り身をオリーブオイルを垂らした冷たいフライパンに皮目から入れて焼いていきます。途中で出てきた油をキッチンペーパーで拭き取ってあげて、切り身を寝かせたらバターを入れます。バターを回しかけながら両面に焼き目がつくまでじっくりふっくらこんがりと焼いていきます。バターとニンニクと醤油、パセリで焦がしバターソースを作ってお皿に盛ったら完成です。昨日の余りの具沢山ポトフと一緒に食べた瞬間思わず笑ってしまうほど美味しかったです。食後はいつものごとくカフェオレを入れていきます。わあ、晴れてる。今日は久々のまた晴れなので、午前中はどうしようかな、カフェオレコーヒー飲みながらちょっとお勉強を頑張って、午後どこかお出かけできたらいいなと思います。やっぱり私にとって生産性が上がるのが、起きて起床後から午前中の時間帯が一番生産性が上がるというか、新しい心で物事に取り組めるので、すごく気持ちよく物事を進められるのが朝起きてからの時間なので、この午前中にやらなきゃいけないこととかお勉強とか作業とかを進めて、午後はだんだんね、日も落ちるのも早くなってきて、心もだんだんと日が沈むのにつれてゆったりとしてくるので、午後はゆっくり自分の見たいアニメとか映画とか本を読んだり、あと自分の手を動かす作業、工作というかジャーナリングしたり、ノートを切り貼りしたり、あとは編み物したり、そういう時間に当てたいなと最近は思っています。できた。このコーヒーの柄、抽出した後の残り柄っていうんですかね、こんな感じで乾燥させて消臭の粉として使います。乾燥させた後に、ゴミ箱にそのまま捨てるだけでもその生ゴミとかの匂いが少し軽減されるので、消臭剤として再利用しています。フィンランドは本当に乾燥がすごいので、外に干すよりも洗濯物室内に干した方が半日とかでカラッと、ジーンズとかでも乾いちゃうぐらい乾燥がもう本当にすごいので、こうやって置いておけば数時間後にはカラッと乾きます。お天気というだけで本当に気持ちいい。最高だ。これ見えるかな。昨日またコースターを1個増産しました。増産ハンターハンターを見ながら編んだコースターです。ちょっと縁がくるんってなるのもすごい可愛いなと思ってて、ただ平べったいよりも私こうやって置いた時にちょっとくるんとなってくれるのを気に入っております。あともう一個、これは鍵入れにしてるんですが、これはうちの鍵についているキーホルダーが
この牛の赤ぶこと合うかなと思って、こっちのコースターを、鍵置きに使っています。あとここのシェルフが結構置いた時にカシャンと音が鳴っちゃうので、こういうちょっと緩衝材じゃないですけど、鍵がガチャンってなってうるさくないように、これを置いております。かわいい。かわいいものって気分が上がるわ。よし。英会話を1回やって、メールなどなどを返して、編集をちょっとしてお出かけしましょう。三角チョコパイを作ろうと思います。の前にちょっと毎日飲んでるビタミン D 忘れてたので飲んで、ビタミン D のことでなんかメンタルがそんなにずーんと深くまで落ちない気がするねってルームメイトとも、話しております。大事、ビタミン D。これからお出かけする前にお昼ご飯として三角チョコパイを作れることを知ったので、なんか最近私の SNS 上に三角チョコパイやら餃子やらをこのライスペーパーで作るみたいなのがよく流れてきて、で本当になんか餃子もむしろライスペーパーで包んだ方が美味しいんじゃないかってぐらい、美味しくできて、三角チョコパイも作ってみたらもう外はパリッと中はちょっともちっとした、また三角チョコパイとは別物かもしれないんですけど美味しくできたので、今日も作っていこうと思います。材料は卵1個と、あと私はチョコじゃなくて中にヌテラ、ヘーゼルナッツココアスプレッドを入れて、あとココアの粉、牛乳 50ml ぐらい、あとお好みで、これ余りのなんですけどバナナも切って私は入れてみたら美味しかったのでこれを使います。よし。あと蜂蜜だ。あと蜂蜜ですね、使うんですが、蜂蜜が結構溶けないんですよ。液にこのライスペーパーをディップするので、この材料たち、バターだ全然ダメ材料紹介。あとバターも使います。この液体にこのペーパーをディップするので、この材料が溶けてってほしいんですけど、この蜂蜜とか溶けにくいので溶けにくいやつだけ入れて、あと卵は加熱すると固まっちゃうので、この蜂蜜とバターと牛乳を入れて温めようと思います。ベーキングパウダーを入れてるレシピとかもあったんですけど、全然なくても膨らむので私は入れておりません。なんかバターも適当。参考にしたレシピを概要欄に載っけておきますね。で、確かバター10で 10g、 牛乳が 50ml、 蜂蜜が大さじ2で、この甘さは全然自分で好きに調節していいと思います。あとココアパウダーも入れちゃおう。大さじ2ぐらい入れて、これをチンします。で、あと材料を用意する前にオーブンを180度に熱しておきます。で、卵、ライスペーパーを浸すプールを作ります。なんかこの液は抹茶の代わりにココアの代わりに抹茶とかで作ってもすごい緑色で綺麗で
美味しそうだなって思いました。ここに浸してくぐらせて、お、もう1枚、これを2枚重ねて一つの三角チョコパイを作っていきます。フィンランドは結構ライスペーパーが普通のスーパーに売ってたりするので入手しやすくてとってもありがたいです。でちょっとするとこう生地が液を吸って柔らかくなるので、柔らかくなったらちょっと形を作っていきます。割れちゃった。 OK で、形の作り方はこう丸まってるところ4箇所4辺の感じで持っていって、モテラを塗って、これをほんとパタンと閉じるだけ。よいしょ。で端っこをギュッギュッと一応しておきます。で完成。これで20分ほど焼いていきます。だんだん膨らんできた。こういう感じで見てシグネチャーってまだ手に入れられてない気がするんですけれど、それいいなと思います。すごい。でそこから簡略化したつもりなんですが、それでも長いですね。すみません。いえいえ、全然大丈夫。書いてくれたんですね。ありがたいな。嬉しいです。まだまだ寒い。ちょっとサクっていう音を聞いていただきたくて、暮らしさんの暮らし FM を一時停止しました。わあすごい、見て、すごい。いきます。どこから行こう。こっち、ここから行こう。もちもち。中はこんな感じで全然空洞なんですが、もうちょっとやってもよかったかな。続きますが、お体ご自愛ください。一生懸命書いてくださったお手よりミツバチシーサさん、ありがとうございます。出ましたよ、また我々のインフラ無印良品。これしようか。実はこれは、ワーカウェイに行ってた時にワーカウェイ先のホストファザーのお姉さん、ロバニエミっていうフィンランドの本当北極圏ラップランドにあたる地域にロバニエミっていう結構有名な観光地、サンタクロース村とかがある場所なんですけど、そこに住んでるホストファザーのお姉さんが来てて、そのお姉さんがロバニエミまで私をこう招いてくださって、4、5日お姉さんのお家にいたのかな、いさせてもらった時に、ちょうどそのロバニエミでオールドマーケットみたいなフリーマーケットが開催されていて、そこで売っていた指輪です。これ実はスプーンの絵の部分をこうぐるっと丸めて作られたリングになっています。何かのお花とこうその植物の茎の部分かなを表現した多分スプーンだと思うんですけど、それの指輪です。すごい可愛いなと思って、これをちょっと楽しかった日々の思い出としてよくつけております。こんな感じ。反対側にもつけよう。これは前にもご紹介したかな、わかんない、どうだったろう。これは妹が作ってくれたタンザナイトだったかなっていう、天然石を埋め込んだリング、ピンキーリングです。いつもこの小指とかにつけております。こんな感じです。
もうほぼ夕暮れですが行ってきます。まだ3時なってない。フィンランドで出会ったミュージアム好きの在住の方が皆さん口を揃えて、ここの美術館が良かったよっておすすめをしてもらっていたリドリクセン美術館に来ました。楽しみ。持ち手も長いし、生地もしっかりしてる。うわあ、これはまた来た時に買いたい。なんか塊魂みたいなって言ったら怒られちゃうかな。かわいい。なんか帰ってきました。リドリクセン美術館に行って、その後ちょっと時間があったので、もう一箇所美術館、デザイン美術館で今ムーミンの特別展をやっているそうなので、ちょっと行ってみようかな、寄ってから帰ろうかなと思ったんですけど、もう外も真っ暗で今気温もマイナスなので、すごい寒すぎて、ここは無理せず帰ろうということで、ちょっと編み物で作りたいものがあったので、その編み物の材料を買って帰ってきました。かぎ針。お出かけをしてお腹が空いているので、今日は久しぶりにオムライスを作ろうと思います。